レッスン1、ビジュアルコミュニケーション。アンナさん、こんにちは。新しいプロジェクトに取り組んでいます。さらに、メッセージをわかりやすくするためにビジュアルも作成しました。こんにちは、ジョン。面白そうだね。ビジュアルは情報を伝えるのに非常に効果的です。どんなビジュアルを作ったんですか？データをより魅力的に表現するために、インフォグラフィックやチャートを作りました。複雑な概念を簡略化し、情報を理解しやすくするのに役立ちます。それは素晴らしいアイディアだ。視覚教材は注意を引き、理解力を高めることができます。ビジュアルの作成には特定のツールを使用しましたか？はい、グラフィックデザインソフトウェアを使用してインフォグラフィックを作成し、スプレッドシートソフトウェアを使用してグラフを生成しました。それは印象的です。専用のツールを使うと、プロジェクトの目的に合ったビジュアルをカスタマイズしてデザインできます。まさに、伝えたい情報を最もよく表す色、フォント、レイアウトを自由に選べます。ビジュアルは聴衆にプレゼンテーションするときにも役立ちます。視聴者の注意を引き、コンテンツをより記憶に残るものにするのに役立ちます。絶対に、人々はテキストだけよりも視覚的な情報をよく覚えている傾向があります。パワフルでインパクトのあるメッセージを伝えるのに役立ちます。私は完全に同意します。ビジュアルコミュニケーションは、私たちのアイデアがどれだけよく理解され、保持されるかに大きな違いをもたらします。さらに、ビジュアルを使用して、ドキュメントやプレゼンテーション用のまとまりのある魅力的なデザインを作成できます。それは素晴らしい点です。ビジュアル要素に一貫性を持たせることは、強いブランドアイデンティティを構築するのに役立ち、コンテンツをよりプロフェッショナルなもまた、のにします。ビジュアルを使うと、比較や傾向をより効果的に提示できます。これにより、視聴者は情報を素早く把握し、つながりを作ることができます。はい。データをチャートやグラフで視覚化すると、正の数値では明らかにならないパターンや洞察が明らかになることがあります。絶対に、情報を視覚的に提示することで、視聴者の関心を引きつけ、コンテンツをよりインタラクティブで記憶に残るものにすることができます。ビジュアルを教育現場で使用して、学習をより魅力的で楽しいものにすることもできます。はい、確かに。視覚教材は、学生が概念をより早く理解し、情報をより長く保持するのに役立ちます。生徒の好奇心と積極的な参加を促します。それは素晴らしいです。教材にビジュアルを取り入れることで、学生にダイナミックな学習体験を提供することができます。さらに、ビジュアルは様々なプラットフォーム間で簡単に共有できるため、より多くの視聴者がアクセスできるようになります。それはもう一つの利点です。ソーシャルメディアやオンラインプラットフォームの台頭により、様々な背景や文化を持つ人々にビジュアルを届けることができるようになりました。絶対に、ビジュアルコミュニケーションは言葉の壁を越え、メッセージをグローバルに伝えることを可能にします。ビジュアルがコミュニケーションと学習に与える影響には感銘を受けました。これは効果的に活用すべき強力なツールです。これ以上は同意できませんでした。ビジュアルには、人を引きつけ、情報を与え、インスピレーションを与える力があります。メッセージに深みと豊かさを加えます。洞察を共有していただきありがとうございます。
あなたが私たちのプロジェクトのために作成したビジュアルを見るのを楽しみにしています。どういたしまして。ビジュアルがどのように私たちのメッセージを強調し、より魅力的なものにしているかをお見せできることを嬉しく思います。これからもビジュアルコミュニケーションの力を探っていきましょレッスン2、旅行計画。こんにちは、アンナ。ねえ、聞こえましたか？来月旅行を計画してるんだ。こんにちは、ジョン。ワクワクするニュースだ。どこに行こうと思ってるの？手つかずのビーチと緑豊かな森のある熱帯の島への旅行を検討しています。ああ、それは夢の目的地のようですね。特定の島を選んだの？はい、私は透き通った海と活気に満ちた海洋生物で知られる有名な島に傾いています。それは素晴らしい。水中の世界を探検すると、きっと素晴らしい体験ができるはずです。絶対に。シュノーケリングに行って、色とりどりのサンゴ礁やエキゾチックな魚を間近で見る予定です。自然愛好家にとっては楽園のようです。他に楽しみにしているアクティビティはありますか？また、島の熱帯雨林をハイキングしたり、隠れた滝を発見したりするのも楽しみです。それは冒険とリラクゼーションの完璧な組み合わせのように思えます。リゾートに泊まりますか？はい、素晴らしい景色と豪華なアメニティを提供するビーチフロントのリゾートを予約する予定です。それは素晴らしい選択です。リゾートは快適で便利な休暇の拠点となります。さらに、郷土料理を試したり、島の文化的伝統を体験したりするのを楽しみにしています。それは素晴らしいです。地元のフードシーンを探索することは、その文化に浸る素晴らしい方法です。絶対に。新しい料理を試すことは、どんな旅行体験にも欠かせないことだと思います。試してみたい特定の料理や郷土料理について考えたことはありますか？この島は新鮮なシーフードとトロピカルフルーツで有名だと聞きました。それらを味わうのが待ちきれません。美味しそうだね。地元の屋台の食べ物も忘れずに試してみてください。隠れた名店であることが多いです。間違いなく。地元の市場を探索したり、屋台の食べ物を試したりすることはいつも私の予定に含まれています。本物の味を発見したり、地元の人々と交流したりするのに最適な方法です。さらに、島の自然の美しさを捉えるために、たくさんの写真を撮るつもりです。それは素晴らしいアイデアです。写真は思い出を保存し、他の人と経験を共有するのに役立ちます。絶対に。息を飲むような景色と思い出に残る瞬間をすべて記録したいです。あなたの旅はきっと素晴らしいものになるでしょう。旅をすることで視野を広げ、一生の思い出を作ることができます。これ以上は同意できませんでした。この冒険と、それがもたらすすべての新しい経験を楽しみにしています。喜び、リラックス、そして忘れられない瞬間に満ちた素晴らしい旅をお祈りします。ありがとうございます。帰ったら、私の旅行の話や写真を皆さんと共有します。その話を全部聞くのを心待ちにしているよ。ボンボヤージュ。
ありがとうございます。この旅に出るのが待ちきれません。それまでは気をつけて。レッスン3、コーヒー愛好家。アンナさん、こんにちは。素晴らしいエスプレッソで知られる地元のカフェについて聞いたことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、素晴らしい話を聞いたことがあります。入れたてのコーヒーの香りがたまりません。絶対に。私はコーヒーが大好きで、彼らの特製エスプレッソを試すのが待ちきれません。新しいコーヒースポットを発見するのはいつもワクワクします。他に特製ドリンクはありますか？はい、カプチーノ、ラテ、マキアートなど、さまざまな手作りの飲み物を提供しています。それは素晴らしいです。コーヒーの好みに合わせてオプションがあるのはいいですね。さらに、コーヒーに合うペストリーや軽食も提供しています。パーフェクトだね。美味しいペストリーと一杯のコーヒーは楽しい組み合わせだ。彼らのペストリーは焼きたてで、手作りの味が素晴らしいと聞きました。コーヒーの香りと温かいペストリーの香りをすでに想像しています。居心地の良い雰囲気です。絶対に。友人とのおしゃべりをしながらコーヒーを飲みながらくつろぐのに最適な場所です。それは素敵ですね。リラックスしてつながる瞬間を過ごすことは重要です。間違いなく、カフェはコミュニティの集いの場になることが多く、良い仲間と過ごすことができます。美味しい飲み物を飲みながら英会話を練習する絶好の機会です。絶対に。地元の人や他のお客様と会話することで、語学力を高めることができます。さらに、他のコーヒー愛好家からの興味深い話やおすすめを見つけるかもしれません。それは本当です。人々のお気に入りのコーヒー体験について聞くのはいつも魅力的です。気になるんですが、こだわりの豆やユニークな醸造方法はありますか？はい、彼らはさまざまな地域から高級豆を調達し、さまざまな醸造技術を提供しています。それは素晴らしいです。さまざまなフレーバーや醸造方法を探求することは楽しい冒険になり得ます。絶対に。コーヒーの世界で全く新しい世界を発見するようなものです。ワクワクしています。忘れられないコーヒー体験ができそうですね。ありがとうございます。カフェの豊かな味と居心地の良い雰囲気に浸るのが待ちきれません。一口一口楽しんで、その瞬間を味わってください。コーヒーには喜びと安らぎをもたらす方法があります。私がします。そして、私のコーヒーの旅をあなたと分かち合ってあげよう。いつか一緒にそのカフェに行けるかもしれない。それは素晴らしいでしょう。コーヒーと美味しい仲間は完璧な組み合わせだ。楽しみだね。それまでは、コーヒーの世界を探求し、コーヒーがもたらすシンプルな楽しみを楽しみましょ絶対に。コーヒーへの愛と、それが生み出す共有体験に乾杯。乾杯。コーヒーいっぱいの冒険がもっとたくさんありますように。レッスン4、隠れたコスト。
アンナさん、こんにちは。旅行を計画する際に注意すべき追加料金はありますか？こんにちは、ジョン。はい、特定のサービスやアメニティには追加料金がかかる場合があります。それは知っておくと良いことです。これらの追加料金の例をいくつか挙げていただけますか？承知しました。ホテルによっては、プールやフィットネスセンターなどの施設へのアクセスをカバーするリゾート料金がかかる場合があります。ああ、なるほど。そのため、宿泊料金がリーズナブルに見えても、検討すべき追加費用があるかもしれません。まさに、細字部分を読み、潜在的な追加費用について問い合わせることが重要です。旅行を計画する際に覚えておくべき他の料金はありますか？一部の航空会社は、特に格安航空会社では、受託手荷物または座席指定に料金を請求します。これは、フライト料金を比較する際に考慮すべき点です。これらの料金はあっという間に加算されてしまいます。絶対に、情報に基づいた意思決定を行うには、すべてのコストを考慮に入れることが重要です。旅行者が見落としがちな隠れたコストは他にありますか？レンタカー会社では、保険や別の場所への降車手数料などの追加料金がかかる場合があります。必ず賃貸契約をよく確認し、考えられるすべての料金を理解しておきます。それは良いアプローチです。潜在的な隠れたコストを認識しておくと、より効果的に予算を立てることができます。旅行中に思いがけない出費を避けるために伝えられるヒントはありますか？事前の調査と計画が重要です。レビューを読み、質問し、不明な点があればサービスプロバイダーに説明してください。それは理にかなっています。旅行中は積極的に行動し、予期せぬ事態を避けるのが良いでしょ絶対に。また、料金について不明な点がある場合は、遠慮なく連絡して説明を求めてください。それは絶対に心に留めておくよ。油断するよりは、よく知らされた方が良い。賢明な決断。すべては、知識豊富な旅行者であり、賢明な選択をすることです。これらの貴重な洞察を共有していただきありがとうございます。きっと、旅の計画が立てやすくなるでしょどういたしまして。お手伝いできて嬉しいです。他に質問があれば、遠慮なく聞いてください。私がします。あなたのアドバイスは大歓迎です。改めて、ご協力ありがとうございました。全く問題ありません。助けに来たんだ。スムーズで予算に優しい旅になることを願っています。ありがとうございます。隠れた費用がないか目を光らせて、旅を思いっきり楽しんでみます。それがスピリットだ。素晴らしい時間を過ごして忘れられない思い出を作りましょう。安全な旅を。私がします。またおしゃべりできるまで気をつけてすぐに話してください。レッスン後、エアポートシャトル。アンナさん、こんにちは。空港外のピックアップエリアについて疑問に思っています。シャトルはどのくらいの頻度で運行していますか？こんにちは、ジョン。シャトルは通常、指定されたピックアップエリアから頻繁に出発し、定期的に運行しています。
それは便利です。送迎エリアに着いてからシャトルが到着するまでにどれくらいかかるか知っていますか？待ち時間は様々ですが、通常、シャトルは15から20分おきに到着します。それほど悪くはない。荷物を集めてピックアップエリアに行くのに十分な時間が取れます。まさに、シャトルのスケジュールを事前に確認して、それに応じて時間を計画しておくことをお勧めします。ピックアップエリアを簡単に見つけるために従うべき特定の標識や指示はありますか？はい、空港には通常、指定されたシャトルのピックアップポイントまで乗客を誘導する明確な標識があります。それは役に立ちます。空港からのスムーズな乗り換えができるように、標識には目を光らせておきます。素晴らしいアイデアです。標識に従うと、シャトルの乗車場所がわかりやすくなります。シャトルに乗車後、目的の目的地に到着するまでに通常どれくらいの時間がかかりますか？乗車時間は空港と目的地の間の距離によって異なります。シャトルサービスの所要時間の目安はありますか？はい、ほとんどのシャトルサービスには推定移動時間が表示されています。これにより、所要時間を大まかに把握できます。それは知っておくと良いことです。スケジュールを計画し、それに応じて手配するのに役立ちます。絶対に、推定移動時間を把握しておくと、時間を効果的に管理できます。空港シャトルサービスの利用に追加料金はかかりますか？シャトルサービスの中には、わずかな料金がかかるものもあれば、無料のものもあります。予期せぬ事態を避けるため、事前に潜在的な請求について知っておくと良いでしょ間違いなく、シャトルサービスに関連する追加費用については、いつでも問い合わせておくことをお勧めします。う。シャトルの座席は事前に予約できますか？それとも先着順ですか？シャトルサービスによって異なります。予約できるものもあれば、先着順で運行しているものもあります。詳細については、シャトルサービスのウェブサイトを確認するか、直接連絡します。それは賢いやり方だ。予約プロセスについて十分な情報を得ておくことは常に良いことです。私の質問に答えてくれてありがとう。あなたの洞察はとても役に立ちました。どういたしまして。お手伝いできて嬉しいです。他に質問があれば遠慮なく聞いてください。ご協力に感謝します。それに応じて空港への交通手段を計画しておきます。全く問題ありません。空港シャトルでのスムーズな旅と楽しい体験をお祈りします。ありがとうございます。あなたのご多幸を心に留めておきます。またおしゃべりするまで、気をつけてすぐに話してください。あなたも素晴らしい旅をして、空港やその先での時間を楽しんでください。安全な旅を。私がします。次回まで気をつけてさようなら。レッスン6、推奨事項。アンナさん、こんにちは。特定のものを探しています。どっちか教えてもらえる？
調べてみたいんだけど。こんにちは、ジョン。もちろん、そのことなら私が手伝うよ。詳細や大まかなアイデアを教えていただけますか？町で新しいレストランを試してみたいです。選択肢はたくさんあると聞きました。何かおすすめは？絶対に。イタリア料理が食べたい気分なら、ラベラビータを強くおすすめします。彼らのパスタ料理は素晴らしいです。美味しそうだね。イタリア料理は大好きだよ。イタリアン以外におすすめはありますか？スパイシーな料理が食べたい気分なら、スパイスジャンクションはインド料理に最適です。彼らのカレーは風味豊かです。インド料理は興味をそそられます。私は辛いものが好きなので、スパイス、ジャンクションがぴったりですね。もう一つおすすめしたいのが、寿司膳です。新鮮で本格的な日本の巻き寿司を提供しています。最近、寿司が食べたくてたまらない。寿司膳は私の寿司への欲求を満たすのに理想的な場所のように思える。カジュアルな食事をしたい気分なら、食欲をそそるグルメバーガーで有名なザ・バーガージョイントがおすすめです。時々、美味しいハンバーガーが店頭に並びます。満足のいく食事ができるなら、ザ・バーガージョイントは絶対チェックします。グローバルフュージョンでは、世界各国の料理を取り揃えた多彩なメニューを用意しています。それはエキサイティングな料理の冒険のように思えます。さまざまなフレーバーを体験できるグローバルフュージョンが私のリストに含まれます。最後に、シーフードのファンなら、その日の新鮮な魚介類で知られる人気のシーフードレストラン、オーシャンブリーズがおすすめです。私はシーフードが好きです。特に新鮮な時はそうです。オーシャンブリーズは美味しいシーフードを堪能するには絶好の場所です。これらのおすすめが、完璧な食事体験を見つけるのに役立つことを願っています。料理シーンを探索して楽しんでください。ありがとうございます。あなたの推薦は私にいくつかの素晴らしい選択肢を与えてくれました。ご協力に感謝します。どういたしまして。お手伝いできて嬉しいです。さらに推奨事項が必要な場合やその他の質問がある場合は、遠慮なく質問してください。さらに提案が必要な場合は、必ず連絡します。改めて、ありがとうございます。これらのレストランを試してみるのを楽しみにしています。全く問題ありません。地元のフードシーンを探索して素晴らしい時間を過ごしてください。ボナペティ。ありがとうございます。一口一口味わうよ。また話すまで、気をつけて素敵な一日を過ごしてください。レッスン7、ビューティーショッピング。アンナさん、こんにちは。普段は化粧品店やスキンケア店もチェックしています。良いものについて何かおすすめはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に、そのことならお手伝いできます。特定のブランドや種類の製品をお探しですか？私はさまざまなブランドや製品を探求することにオープンです。私は主に高品質のアイテムを見つけることに興味があります。そんな中、グロービューティーはメイクやスキンケア製品を幅広く取り揃えていることで知られる人気店です。それは有望に思えます。私は必ずグロービューティーに行って、
彼らのビューティーアイテムのセレクションを探ります。もう一つの素晴らしい選択肢は、ラディアントビューティーです。様々な肌タイプに対応する様々なスキンケア製品を提供しています。スキンケアは私にとって重要なので、ラディアントビューティーは私の肌に合った製品を見つけるのにぴったりの場所のようです。ナチュラルとオーガニックのオプションをお探しなら、ピュアハーモニーが環境に優しい美容製品を専門としています。私は可能な限り天然物を使うことを好みます。ピュアハーモニーは環境に優しい美容アイテムを探すのにぴったりでしょう。贅沢な体験をお求めなら、エレガンスコスメティックスがおすすめです。高級化粧品やスキンケア製品を精巧なパッケージでお贅沢な届けします。製品で自分へのご褒美にそれだけの価値があります。ちょっとエレガンスを感じたいなら、エレガンスコスメティックスをチェックしてみます。国際ブランドの探索に興味があるなら、グローバルビューティーエンポリアムは世界中の商品を取り揃えています。国際ブランドはユニークで革新的な製品を提供することがよくあります。グローバルビューティーエンポリアム、グローバルビューティーエンポリウムは見ていてワクワクするような場所です。さらに、ビューティーヘブンはプロのメイクアップツールやアクセサリーを提供する有名な店です。希望のメイクアップを実現するには、適切なツールを用意することが重要です。ビューティーヘイブンは私の頼りになるメイク道具です。最後に、グラマースキンケアは効果的なスキンケアソリューションを専門としており、パーソナライズされた推奨事項を提供します。スキンケアは私にとって優先事項なので、グラマースキンケアは私のスキンケアルーチンに合わせた製品を見つけるのに最適です。これらの推奨事項が完璧なビューティーショッピング体験を見つけるのに役立つことを願っています。探索を楽しんでください。ありがとうございます。あなたの提案は私に探求するためのいくつかの素晴らしい選択肢を与えてくれました。ご協力に感謝します。どういたしまして。お手伝いできて嬉しいです。他に質問がある場合や、さらに推奨事項が必要な場合は、遠慮なく質問してください。さらにガイダンスが必要な場合は、必ず連絡します。改めて、ありがとうございます。これらのビューティーストアを発見できてワクワクしています。全く問題ありません。ビューティーショッピングを楽しみ、メイクアップとスキンケアの世界を探検して素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとうございます。それを最大限に活用するよ。またおしゃべりするまで気をつけて素晴らしい一日を過ごしてください。レッスン8、ビーチメモリーズ。こんにちは、アンナ。思い出に残るビーチ旅行をしたことがありますか？こんにちは、ジョン。絶対に素晴らしいビーチ体験をしたことがある。あなたはどう？いくつかありましたが、いつもインスピレーションを求めています。一番思い出に残っているビーチ旅行について教えてください。さて、私のお気に入りのビーチでの思い出の一つは、パラダイスコーブと呼ばれる熱帯の島を訪れた時です。パラダイスコーブは夢のデスティネーションのようです。何があなたにとってそんなに記憶に残ったのですか？透き通ったターコイズブルーの水と粉っぽい白い砂浜は息を飲むほどでした。はがきに足を踏み入れたような感覚でした。それは本当に素晴らしいですね。滞在中にウォーターアクティビティに参加したことはありますか？はい、活気に満ちたサンゴ礁でシュノーケリングに行きました。
水中の世界には色とりどりの魚や海洋生物がたくさんいました。サンゴ礁でのシュノーケリングは素晴らしい経験だったに違いありません。ユニークな海の生き物に出会ったことはありますか？ウミガメが優雅に泳いでいるのを見つけることができてラッキーだった。忘れられない魔法のような瞬間でした。ウミガメを間近で見ることは、畏敬の念を起こさせるものだったに違いありません。旅行中に他に何かしましたか？貝殻を集めながら穏やかな風を楽しみながら海岸線を長く散歩しました。とても静かでリラックスできました。ビーチを歩きながら貝殻を集めるのは、リラックスする素敵な方法のように思えます。思い出に残る夕日を目撃したことはありますか？はい、パラダイスコーブの夕日は息を飲むほどでした。空は鮮やかな色のキャンバスに変わりました。ビーチに沈む夕日はいつも魅惑的です。その美しい瞬間を残すために、写真を撮ったことはありますか？その素晴らしい景色を写真で捉えるように心がけました。それらはその旅の素晴らしい記念品として役立つ。写真は特別な瞬間を追体験するのに最適な方法です。ビーチ旅行中に地元の食べ物や飲み物を試しましたか？絶対に。新鮮なシーフードやトロピカルフルーツにふけり、ココナッツから直接取れた爽やかなココナッツウォーターを飲みました。郷土料理が全体的な体験に加わったに違いありません。ユニークなビーチの伝統やアクティビティに出会ったことはありますか？はい、ある晩、ビーチでの焚き火があり、そこで集まって話をしたり、星空の下でライブ音楽を楽しんだりしました。生演奏を聴きながらビーチで焚き火をするのは、夜を過ごすのに最適な方法のようです。活気のある雰囲気を醸し出していたに違いありません。笑い、音楽、そしてビーチに行く仲間同士の友情に満ちた思い出に残る夜でした。ビーチトリップには人々を結びつける方法があります。素晴らしいビーチでの思い出を共有していただきありがとうございます。どういたしまして。その忘れられない瞬間を思い出すことができて嬉しかったです。ビーチトリップは本当に特別です。彼らは確かにそうです。将来は自分だけの大切なビーチの思い出を作ろうと思います。それまでは気をつけてください。あなたも。これからも素晴らしいビーチアドベンチャーがもっとたくさんありますように。気をつけて素晴らしい一日を過ごしてください。ありがとうございます。それを最大限に活用するよ。気をつけて、とりあえずさようなら。レッスン9、ファッションアシスタンス。こんにちは、アンナ。安心しました。洋服選びにはいつも助けが必要なの。何かアドバイスはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に喜んでお手伝いします。服を選ぶにあたって一番難しいと思うことは何ですか？自分に合った色やスタイルを見つけるのに苦労しています。かなり圧倒されることがあります。わかりました。一つのコツはお肌のアンダートーンを決めることです。温かみのあるアンダートーンはアーストーンに合う傾向があり、クールなアンダートーンはジュエルトーンを引き立てます。それは素晴らしいヒントです。肌のアンダートーンを判断するにはどうすればいいですか？一つの方法は手首の静脈を見ることです。
より青く見える場合は、クールなアンダートーンが使われている可能性があります。緑色が多い場合は、温かみのあるアンダートーンに手なっている首の静可能脈を必性があります。ず見て、自分のアンダートーンを調べてみます。適切な服のスタイルを見つけるための提案はありますか？体型を考慮することが重要です。例えば、砂時計のような体型の場合、フィット感のあるドレスやハイウエストのボトムが曲線を強調します。服を選ぶときは体型を意識します。気をつけておくべき一般的なファッションルールはありますか？一般的なルールの一つは、その機会にふさわしい服装をすることです。カジュアルなイベントではリラックスした服装が必要ですが、フォーマルなイベントではより洗練された服装その場が必にふさわ要です。しい服装をするのは理にかなっています。おすすめのファッショントレンドはありますか？ファッショントレンドは現れたり消えたりしますが、常に最新情報を入手することは良いことです。現在、オーバーサイズのブレザー、ステートメントアクセサリー、パステルカラーが流行しています。私はそれらの傾向に注目します。スタイリッシュで着心地の良い服を選ぶのはどうですか？通気性があり、ある程度伸縮性のある精緻を選びましょう。リネン、コットン、ジャージの素材は多くの場合、快適で用途が広いです。着心地は私にとって重要なので、それらの精緻で作られた服を選ぶことを優先します。まとまりのあるワードローブを作るためのコツは？ニュートラルカラーのトップス、ボトムス、アウターウェアなどの必須アイテムの基礎を築くことから始めましょう。次に、個性的なアイテムやアクセサリーを追加して、ミックス&マッチさせワーましょう。ドローブの基礎を築くことは良いアプローチのように思えます。服がぴったり合っているか確認するにはどうすればいいですか？肩、腰回りのフィット感に注意してください。服を仕立てることは、より個性的なフィット感を実現するのにも役立ちます。服のフィット感を重視して、必要であればテーラリングも検討します。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。お手伝いできて嬉しいです。ファッションとは自分自身を表現することであり、自分が着るものに自信を持つことだということを忘れないでほしい。それは素晴らしいリマインダーです。そのことを念頭に置いて服を選ぶつもりです。改めて、ありがとうございます。あなたはファッションの第一人者です。全く問題ありません。喜んでお手伝いします。今後、ファッションに関する質問が他にある場合は、遠慮なく聞いてください。もっとファッションのガイダンスが必要な場合は、必ず連絡します。改めて、ありがとうございます。気をつけて素晴らしい一日を過ごしてください。レッスン10、文法の修正。アンナさん、こんにちは。文章に文法上の誤りがいくつかあることに気づきました。それについてはお詫び申し上げます。具体的に教えていただけますか？こんにちは、ジョン。もちろん、喜んでお手伝いします。明確化が必要な特定の分野を指摘してもらえますか？はい、ある文章で公園に行くのは楽しいよと言いました。そこに間違いがあると思いますが、よくわかりません。その通りだ。その文には誤りがある。正しい形式は、楽しむの前に午前をつけずに、公園に行くのが楽しいであるべきです。ああ、なるほど。だから、公園に行くのは楽しいのはずだ。それは理にかなっています。ご指摘ありがとうございます。
どういたしまして。楽しむや好きといった動詞の前に am を入れるのはよくある間違いです。他に明確にしておきたいことはありますか？はい、別の文章で、犬が尻尾を追いかけたと書きました。It's という言葉には間違いがある気がします。間違いは確認できましたね。この場合、It's は実際にはアポストロフィなしの its でなければなりません。いとは物や動物が所持していることを示すのに使われます。ああ、わかった。だから、アポストロフィなしで犬が尻尾を追いかけたのはずだ。それを片付けてくれてありがとう。どういたしまして。それと、それはよく混同される。他に確認してほしいことはありますか？実は、はい。私と友人は映画を見に行ったと書きました。私と友達というフレーズに間違いがある気がします。今わかった。だから、友達と映画に行ったのはずだ。それを指摘していただきありがとうございます。ご協力に感謝します。どういたしまして。文章では正しい代名詞の順序を使うことが重要です。他に何か話してほしいことはある？もう一つだけ。彼女には兄弟がいないと書いたんだ。ダメという動詞に誤りがある気がする。全くその通りだ。正しい形式は、彼女には兄弟がいないのはずです。彼女のような単数形の主語を指すときは、しないの代わりに、しないという動詞を使います。ああ、わかった。だから、彼女には兄弟がいないのはずだ。それを明確にしていただきありがとうございます。あなたの説明は本当に役に立ちます。どういたしまして。これらの文法の修正を手伝うことができて嬉しいです。他に何か手伝えることはありますか？今のところすべてが網羅されています。ご理解とご指導をよろしくお願いします。これらの訂正を注意深く見直します。それは私の喜びでした。言語に関するどんな質問でも、いつでもお手伝いします。練習すれば完璧になることを忘れないでください。良い仕事を続けてください。私がします。ご支援とご指導をいただければ幸いです。改めて、ありがとうございます。気をつけて、素敵な一日を過ごしてください。レッスン11、クリエイティブなメッキのコツ。アンナさん、こんにちは。料理をより視覚的に魅力的に見せるためのヒントはありますか？メッキをいろいろ試してきました。こんにちは、ジョン。もちろん、いくつかのヒントを皆さんと共有したいと思います。プレートは、全体的な食事体験を向上させる素晴らしい方法です。具体的にどのような点についてアドバイスしてほしいですか？お皿に盛った料理を魅力的にアレンジするアイディアを探しています。何か提案はありますか？簡単なテクニックの一つは、3分割法を使うことです。プレートを水平方向と垂直方向に3つに分割することを想像してみてください。次に、メインディッシュを1つの部分に、補足品を他の部分に置きます。それは素晴らしいヒントです。3分割法を使ってバランスの取れた構図を作ってみようと思います。
視覚的な面白みを加えるために他に何か提案はありますか？確かに、様々な質感や色を取り入れることを検討してください。例えば、トーストしたナッツやカリカリの野菜などのカリカリの要素を加えると、柔らかい素材とは対照的になります。それは賢い考えだ。食感を混ぜると料理がもっと盛り上がる。お皿に色をつけてみてはいかがですか？色とりどりの食材を使うと、料理が視覚的に魅力的になります。鮮やかな果物、野菜、または食用の花を取り入れて、ポップな色を加えてみてください。それを心に留めておくよ。カラフルな要素を加えると、本当に違いが出ます。高さと立体感を出すコツはありますか？建物の高さが高いと、料理がより視覚的に印象的になります。具材を積み重ねたり、付け合わせや縦型の飾りなどの小道具を使って、立体的な見栄えを良くすることもできます。高さを作るのは面白そうですね。具材を重ねたり、付け合わせを使ったりして実験してみます。ポーションサイズのガイドラインはありますか？見た目に美しいプレートを作るには、ポーションサイズのバランスを取ることが重要です。過密状態を避け、各コンポーネントが輝くようにネガティブスペースを空けてください。ポーションサイズとネガティブスペースに目を光らせておくのは理にかなっています。これにより、料理が目立つようになります。検討すべきメッキツールはありますか？必須ではありませんが、スクイーズボトルやピンセットなどのメッキツールを使用すると、ソースや繊細な付け合わせをアレンジする際の精度と制御が向上します。プレゼンテーションを洗練させるために、メッキツールを使ってみようと思います。それらは間違いなく重宝します。プレート選びの重要性はどうですか？プレートの選択は全体的なプレゼンテーションに大きな影響を与える可能性があります。視覚的な魅力を高めるために対照的な色や面白い形のプレートを使用することを検プレート討してく選びにはださい。気をつけます。異なるプレートを使うと、創造性がさらに高まります。最後に覚えておくべきヒントはありますか？メッキは芸術の一形態であることを忘れないでください。恐れずに実験して楽しんでください。想像力を発揮させて本能を信じてください。それは素晴らしいリマインダーです。メッキの芸術的な側面を受け入れ、自分の創造性を信頼します。貴重なヒントをありがとうございます。どういたしまして。お役に立ててよかったです。盛り付けの実験を楽しんでください。きっと素晴らしい料理になると思います。他にご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。ご指導ありがとうございます。これらのヒントを実践できることにワクワクしています。さらにサポートが必要な場合は、必ず連絡します。素敵な一日を。レッスン12、趣味を探る。アンナさん、こんにちは。新しい趣味を探しています。何か提案は？こんにちは、ジョン。喜んでお手伝いします。興味のあることや、ずっとやってみたいと思っていたことは何ですか？写真を始めようと思っていました。カメラの使い方を学ぶことについてどう思いますか？写真を学ぶことは素晴らしい趣味になり得ます。美しい瞬間を捉え、創造性を表現することができます。まずは、構図と照明の基本を理解することから始めましょう。それは興味をそそられます。構図と照明のテクニックを調べてみます。
カメラの選び方について何かアドバイスはありますか？始めるときは、手動設定のデジタルカメラを検討してください。これにより、様々な露出や設定について学び、実験することができます。そのことを念頭において、適切なカメラを探すつもりです。推薦ありがとうございます。他に趣味の提案はありますか？あなたが楽しむかもしれないもう一つの趣味は、楽器の演奏を学ぶことです。それはやりがいのある充実した経験になるかもしれません。興味を持った楽器はありますか？私はいつもギターに興味をそそられてきました。いくつかの曲を弾けるようになればいいな。初心者向けのコツは？初心者にとっては、コードの習得や適切な指の配置など、基本から始めることが不可欠です。オンラインチュートリアルを探すか、地元の音楽教師からレッスンを受けることを検討してください。基本から始めるのは理にかなっています。初心者向けのギターレッスンを探して、コードを練習します。ご指導ありがとうございます。他におすすめの趣味はありますか？料理の世界を探検し、新しいレシピを試してみてはいかがですか？味や技法を試すことができる、楽しくて美味しい趣味になり得ます。料理は私の料理のスキルを磨くのに最適な方法のように思えます。まずは簡単なレシピを試して、徐々に挑戦していこうと思います。特に試してほしい料理はありますか？それは素晴らしいアプローチです。料理に関しては、好きな種類の料理から始めることも、全く新しい料理を試すこともできます。何があなたの味覚を刺激するかを発見することがすべてです。アジアの料理が好きなので、まずアジアのレシピを試してみます。新しいフレーバーを試すのはエキサイティングな冒険になるでしょう。ご提案ありがとうございます。他に思いつく趣味は？文章の世界を探検してみてはいかがですか？クリエイティブな文章を書いたり、日記を書いたり、ブログを始めたりすることもできます。自分の考えや想像力を表現する素晴らしい方法です。書くことは創造性を発揮する素晴らしい出口のように思えます。試してみて、どこに行くのか見てみます。書き始めるにあたって何かアドバイスはありますか？始めるには、たとえそれがほんの数分であっても、毎日書く時間を確保してください。完璧さを気にする必要はありません。考えをそのまま流してください。インスピレーションやフィードバックを得るために、執筆コミュニティやワ専ークショッ用の執プに参加筆時間をすること確保しておもできます。くことをお勧めします。それを習慣にして、さまざまな執筆コミュニティを探求していこうと思います。貴重なアドバイスをありがとどういたしまして。趣味の提案ができてよかったです。重要なのは、自分が楽しめるものを見つけて、それを楽しく探求することだということを忘れないでください。さらにガイダンスが必要な場合は、遠慮なくう。ご質支援問してくに感謝ださい。します。これらの趣味に飛び込んで、それが私をどこへ連れて行ってくれるかを見るのが楽しみです。何か質問があれば必ず連絡します。素晴らしい一日を。レッスン13、技術トラブル。アンナさん、こんにちは。コンピューターにいくつか問題があります。技術的な問題のトラブルシューティングについて何か知っていますか？こんにちは、ジョン。確かに手伝えるよ。あなたのパソコンにはどんな問題があるようですか？さて、最近は動作がかなり遅く、一部のプログラムがクラッシュしています。何が原因なのかわかりますか？
パフォーマンスの低下やプログラムのクラッシュは様々な要因によって引き起こされる可能性があります。ウイルススキャンを実行してマルウェアを除外したことはありますか？はい、ウイルス対策プログラムをインストールしていますが、念のためもう一度スキャンを実行します。他に確認できることはありますか？また、不要なプログラムがバックグラウンドで実行されていないか確認することもおすすめします。それらはシステムリソースを消費し、コンピューターの速度を低下させる可能性があります。それは良い点です。タスクマネージャーでどのプログラムが実行中かを確認し、不要なものは閉じます。それでも問題が解決しない場合はどうしますか？不要なプログラムを閉じてもうまくいかない場合は、コンピューターのディスク容量を開放してみてください。一時ファイルや未使用のアプリケーションを削除すると、パフォーマンスが向上する可能性があります。ディスクをクリーンアップし、不要なファイルやアプリケーションを削除します。うまくいけば、それが違いを生むでしょう。他に何かアドバイスはありますか？もう一つできることは、デバイスドライバーを更新することです。古いドライバーは互換性の問題やパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。製造元のウェブサイトで最新のドライバーアップデートを確ドライバーの認してくだ更新はさい。しばらく言っていないことです。製造元のウェブサイトにアクセスして、使用しているハードウェア用の最新ドライバーをダウンロードします。アドバイスありがとうございます。他に考慮すべきことはありますか？また、コンピューターのストレージドライブが断片化されていないかどうかを確認することもできます。断片化は、ファイルがドライブ全体に分散しているときに発生し、パフォーマンスに影響します。ディスクでフラグツールをディスクをデ実行してフラグして、最適化できファイルます。が正しく整理されていることを確認します。これで全体的なパフォーマンスが向上することを願っています。ご提案ありがとうございます。他に何か試せることはありますか？問題が解決しない場合は、システムの復元またはオペレーティングシステムの再インストールを検討してください。その前に重要なファイルを必ずバックアップしてください。システムの復元またはオペレーティングシステムの再インストールは最後の手段のように思えます。他に何もうまくいかない場合は、そのことを覚えておきます。ご協力いただきありがとうございます。レッスン14、ショッピングエクストラ。アンナさん、こんにちは。このシャツの購入に興味がありますが、別の商品が添付されていることに気づきました。詳細を教えていただけますか？こんにちは、ジョン。もちろん、喜んでお手伝いします。付属のアイテムは、シャツを引き立てるお揃いのポケットチーフです。コーディネートにちょっとしたおしゃれさを添えてくれます。それは興味をそそられます。ポケットスクエアはいくらかかりますか？シャツの価格には含まれていますか？ポケットスクエアは追加アクセサリーなので別価格です。10ドルの追加料金です。なるほど。はい、お願いします。ポケットスクエアも購入したいです。合計金額に加算してもらえませんか？確かに、ポケットスクエアを購入品に追加します。合計には、シャツの代金とポケットスクエア用の追加10ドルが含まれます。素晴らしい。コンプリートセットが手に入ってよかったです。税金や手数料を含めた最終的な合計額を教えていただけますか？もちろん、合計を計算させてください。そのシャツは40ドルで、ポケットチーフに10ドル足すと合計は50ドルになる。適用される 8% の消費税を加算すると、最終的な合計は54ドルになります。
故障ありがとうございます。購入を続行する準備ができました。利用可能な支払い方法を教えていただけますか？絶対に。現金、クレジットカード、モバイル決済アプリをご利用いただけます。どの方法をお選びになりますか？クレジットカードで支払います。こちらです。レッスン15、コンテンツ作成。アンナさん、こんにちは。コンテンツ制作について考えています。価値のあるコンテンツを提供することは非常に効果的だと思われます。どう思いますか？こんにちは、ジョン。同感です。視聴者を引きつけ、フォロワーを増やすには、価値のあるコンテンツを作成することが不可欠です。どのような種類のコンテンツを作成することに興味がありますか？自分の知識や経験を共有できるブログを始めることを検討しています。効果的で興味深いものにするためのヒントはありますか？それは素晴らしいアイディアだ。ブログを効果的にするには、有益な情報の提供、ストーリーテリング、ビジュアルの取り入れに重点を置いてください。個人レベルで読者とつながるのに役立ちます。なるほど。ですから、個人的な話や経験を共有することで、コンテンツをより親しみやすいものにすることができます。文章のスタイルはどうですか？何かおすすめは？書き方に関しては、会話の口調を目指してください。これにより、コンテンツがより魅力的で親しみやすいものになります。読者の関心を維持するために、文章や段落は簡潔にしてください。それは理にかなっています。書き方は会話型にして、内容が読みやすいようにします。投稿の頻度は？一貫性が重要です。自分に合った投稿スケジュールを決め、それを守ってください。毎週、各週、毎月のいずれであっても、定期的に更新することで、視聴者の関心を維持できます。了解しました。視聴者がもっと戻ってきてくれるように、一貫した投稿スケジュールを立てます。どうすればブログにもっと多くの読者を引きつけることができますか？ブログを宣伝することは、読者を引きつけるために不可欠です。ソーシャルメディアプラットフォームで記事を共有したり、オンラインコミュニティに参加したり、他のブロガーと協力してリーチを拡大したりできます。ソーシャルメディアを通じて宣伝したり、他のブロガーと協力したりすることは、認知度を高めるための素晴らしい方法のように思えます。読者との交流について何かアドバイスはありますか？コメントに返信したり、フィードバックを求めたり、議論を促したりして、読者と交流しましょう。読者に価値を感じてもらい、会話に参加してもらえるようにしましょう。忠実なコミュニティを構築するには、読者との交流が重要です。コメントには必ず返信し、交流を促します。最後に何かアドバイスはありますか？最後に、常に価値のあるユニークなコンテンツを提供するよう努めてください。これまで広く議論されていなかった洞察、ヒント、視点を提供してください。これにより、視聴者はもっと多くのことを求めて価値あ戻っるユニーてきます。クなコンテンツを提供することは、目立つための素晴らしい方法です。これをブログの旅の優先事項にします。役に立つアドバイスをありがとうございました。レッスン16、旅行計画。レッスンアンナさん、こん16、にちは。旅行計もう旅画。行の計画を始めましたか？こんにちは、ジョン。はい、あります。宿泊施設の予約や可能なアクティビティを調べてみました。あなたはどう？それは素晴らしい。交通手段を調べたり、
周辺で人気の観光スポットを調べたりしています。どこに泊まることを考えていますか？中心部に位置し、評判の良いホテルをいくつか見つけました。無料の朝食や無料の Wi-Fi などのアメニティを提供しています。どんな好みがありますか？無料の朝食と無料の Wi-Fi は素晴らしいですね。それらのホテルの名前を教えていただけますか？調べてみます。絶対に。一つ目のホテルはサンセットビューインと呼ばれ、美しいビーチを見渡せます。二つ目はシティスケープホテルで、ダウンタウンの中心部に位置し、主要観光スポットにも近い。どちらのオプションも魅力的に聞こえます。在庫状況を調べて価格を比較します。アクティビティに関して絶対に行くべき場所はありますか？はい、持っています。ユニークで現代的なアート作品を展示するアートヘイブンという有名な美術館があります。また、息を飲むような景色を望む美しいハイキングルート、ネイチャーズトレイルを探索することもできます。アートヘイブンとネイチャーズトレイルはどちらも興味をそそられます。それらを私たちの旅程に追加します。旅行中に何か特別なイベントやお祭りがあるの？訪問中にテイスト・オブ・ザ・タウンという地元のフードフェスティバルが開催されていることを知りました。多彩な料理と生演奏で知られています。生演奏のあるフードフェスティバルは素晴らしい体験のようですね。見逃さないようにしましょう。交通手段はどう？あれは調べたの？はい、持っています。レンタカーを借りる、公共交通機関を利用する、プライベートドライバーを雇うなど、いくつかの選択肢があります。どちらが自分に合っているかを話し合い、判断することができます。利便性と柔軟性を考えると、レンタカーを借りるのは良い考えのように思えます。自分のペースでその地域を探索できます。レンタカーサービスを調べましょうか。それは計画のように聞こえます。価格や必要な要件など、レンタカーのオプションを確認してください。安全が最優先なので、会社に良い評価をしてもらうようにしましょう。絶対に安全は優先事項です。顧客から好意的な評価を得ている評判の良いレンタカー会社を選ぶようにしています。旅行で他に考慮すべき点はありますか？特に予期しない状況に備えて、旅行保険についても検討する必要があります。医療上の緊急事態や旅行のキャンセルに備えて、保険に加入することが不可欠です。そうですね。旅行保険は安心を提供します。様々な保険プランを調べて、保証範囲と費用を比較します。私たちは不測の事態に備えたいと思っています。それは賢明な決断です。後で困難に直面するよりは、準備しておいた方が良い。計画プロセス中に何か助けが必要な場合や、さらに質問がある場合は、遠慮なく質問してありください。がとうございます。ご支援とご支援に感謝します。同様に、他に興味深い推奨事項を見つけたり、追加の提案がある場合は、お知らせください。レッスン17、支払いオプション。アンナさん、こんにちは。宿泊施設の予約について質問があります。前払いですか？それとも到着時ですか？こんにちは、ジョン。宿泊施設によって異なります。前払いが必要な場所もあれば、到着時に支払いができる場所もあります。
興味のある特定のホテルが見つかりましたか？はい、有望なオプションがいくつか見つかりました。そのうちの一つは、予約の詳細に到着時に支払うと記載されています。チェックイン時に支払いを済ませることができるということですか？その通りだ。到着時にお支払いとは、ホテルに到着した時に宿泊料金を支払うことができるということです。特にプランが変更される可能性がある場合に、より柔軟にそれは対応知っておできます。くと良いことです。特に旅行日程が変更される可能性がある場合は、柔軟性が重要です。前払いのメリットはありますか？前払いにより割引料金や特別プロモーションなどのメリットが得られる場合があります。ホテルが前払いのインセンティブを提供しているかどうかを確認する価値があります。割引や特別プロモーションは常に魅力的です。前払いと到着時のお支払いの価格を比較して、どちらのオプションが最もお得かを見極めます。もちろん、キャンセルポリシーを理解することは非常に重要です。弊社では、必要に応じて予約を変更またはキャンセルできる柔軟性を備えたいと考えています。利用規約を確認しておきます。素晴らしい。利用規約に注意を払うことで、十分な情報を得て、情報に基づいた意思決定を行うことができます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。ありがとうございます。ご指導ありがとうございます。調査を続け、私たちの好みとホテルの支払いオプションに基づいて決定を下します。あなたの意見は貴重です。どういたしまして。お役に立ててよかったです。ニーズに合った最も便利な支払いオプションを選択することが重要であることを忘れないでください。ご予約の成功をお祈りします。ありがとうございます。それは心に留めておくよ。あなたのご支援に感謝します。気をつけて、すぐに話してください。